山奥の猫。大学で日本文学を専攻している私は、卒業論文で怪談を扱うことを決めて、ゼミ合宿以外で調査をしようと、関西のある山のふもとに旅行に行った時のことです。日本にはいろんな怪談があって、妖怪や幽霊、人間同士の揉め事を比喩したものなど、とても面白い文献ばかりです。その場所へ行ったのは、私が好きなある妖怪の発祥の地と言われているからです。昼間、村の郷土資料館を回り、地元の人に話を聞くこともできて、私はとても満足して旅館へ行きました。ただ、トラブルが起きたんです。旅行サイトを通して予約したと思っていた旅館が取れていなくて、しかもその日は客室が満杯で入れないと断られてしまったのです。そんな時、一人の仲居さんが友達の家で泊めてくれるかもしれないと言い始めたんです。あの人の家はやめた方がいいと止める声も聞こえて迷ったのですが、女性の一人暮らしだと言うし、お願いすることにしました。地元の人とはいえ、旅館で漬物や饅頭の土産物を買い、中井さんが電話をしてくれているという友人の家に向かいました。旅館から20分は歩いたでしょうか。あんたが電話の子だね。ご飯もろくなものはないけど、寝床はあるから入りな。玄関のドアを開けた老婆は腰が大きく曲がっていました。顔の皮膚はしわくちゃで、でも目玉は妙にギョロッとしていて、気味の悪さがありました。すでに日は暮れ始め、私に洗濯権はありません。唯一足元で泣いている三毛猫が愛くるしいのが救いでした。猫の頭を撫でて老婆に礼を言って家の中に入ると、まるで祖母の家に来たような懐かしい感じがしました。風呂に入りご飯を食べて、1階の奥の和室を案内された私は、旅館とほぼ変わらない対応にとても安心したほどです。早めに床につき、ふと目が覚めたのは夜中でしょうか。喉の渇きを覚えて台所へ水を飲みに行こうとしたとき、まだ居間の明かりがついていることに気づきました。そして声が漏れてきたのです。あいつ、うまそうだよ。食おうよ。ダメだ。旅館のやつらも知っている。バレてしまうじゃないか。いなくなったって言えばいいじゃないか。私は怖くなって和室に逃げ帰ると、布団にくるまり朝まで震えていました。翌朝、ビクビクしながら起きていくと、居間のテーブルには朝ごはんが並んでいました。おはよう。そういう老婆の顔は昨夜と変わらず穏やかでした。あれは私の夢だったのでしょうか。そう思って味噌汁に口をつけたとき、猫と目が合いました。じっとりと私を見つめ、ペロリと舌を出した猫に背筋が冷たくなりました。
もしかしてあの会話は老婆とこの化け猫のものだったのではないでしょうか。私は逃げるようにその家を後にしました。